アニメ化。ガンダムシリーズにたまに現れる金色の機体。100年の夢を期待されたもの。まばゆい光で戦場を支配するもの。究極の攻防一体と呼べる力を持つもの。未だ解けぬ謎を抱くもの。宇宙空間において目立ちすぎる姿を持つ彼らの頂点は、果たしてどの機体なのであろうか。ガンダムシリーズ黄金の機体13戦。トップバッターは宇宙世紀の金色といえば彼ら、デルタガンダム with 百式。百式たちの原点となるデルタガンダムは、エマルジョン塗装と呼ばれる、ビームによるダメージを軽減する塗料を塗ったことで金色になっているのだが、実はゴールデンな機体の中では唯一の可変機だったりする。全体的な火力は少ないながらも、人型と戦闘機の2つの姿を操れるという点で、夢にあふれた機体でもあった。しかし、現実は残酷であり、可変機構をうまく作れなかったがために、結局シミュレーター上のみの存在になってしまったという、悲劇の運命を迎えていた。そこからその設計を受け継いで作られたのが百式シリーズで、代表である百式は、デルタガンダムの翼の設計を、ウィングバインダーという機体制御パーツとして活かし、非可変モビルスーツにすることで、機動力や火力もそれなりにあるバランスのいい機体に仕上げている。百式は100年使えるようにという願いを込めて作られた機体であるため、改良案がいくつか考案されることになるのだが、その過程で生まれたのが百式械という機体。この機体は百式からバックパックや内蔵武器を変更して、パーツの追加などの拡張をしやすくした強化案で、機動力も百式より高いという、敗北から始まったデルタガンダムの設計が、報われたかのような代物であった。さらにその発展は続き、派生機として、性能を落とした量産版である量産型百式械、地上での戦いに特化した陸戦用百式械、そして、ビームを弾く、アイフィールドバリアを展開可能な追加装甲と、全身に大量の火器を備えた、フルアーマー百式械が作られている。百式シリーズの全体性能だけで言えば、おそらくはフルアーマー百式械が、一番高性能ではないかと思われるが、宇宙世紀では意外なことに、こんな目だ。けほ、こほ。金色の機体が他にも誕生していたりする。それがニュータイプ神話を終わらせるために作られた、業の深い役目を課せられた機体の一体である、ユニコーンガンダム3号機、フェネクス。この機体はフレームの大部分に、サイコフレームと呼ばれる、ニュータイプの脳波を増幅させる構造材を組み込み、ニュータイプが乗り込む機体を発見したら、自動的に殲滅用のモードへと移行し、速やかに破壊するといった機体であった。しかし、あくまでそれは計画の中の話で、実際のところ、テスト中に暴走して行方不明になったのである。以降はただの機体ではなく、パイロットであったリタベルナルの精神が宿り、常に物理法則を超えた、サイコフィールドと呼ばれる現象を引き起こす機体へと変貌しており、推進剤なしで高速移動が可能な上に、刃を伸ばして鉄器を切り裂き、後の光の翼のようにオーラでも切り裂き、さらには緑色のオーラを当てて、物質の時を巻き戻したりもできるなど、存在そのものが反則な機体になっている。そのため、リタはこの力を、人類が持つには早すぎるものと考えているため、滅多なことで遭遇することはできないようである。ミダス。宇宙世紀 O153 が舞台となる漫画、機動戦士クロスボーンガンダムゴーストに登場。この頃大暴れしていた組織、ザンスカール帝国の特殊部隊ゴールデン X の司令官である、キゾが狩る機体。機動力は同じ時代の最強クラスの機体である、V2 ガンダムに近い速さを誇り、全身は百式のエマルジョン塗装と同様に、対ビームコーティング効果のある金色の塗装が施されている。この機体のすごいところは、ほぼ無敵に近い防御力を誇る、マント型のビームシールドに加えて、頭部の装甲を展開して使う、
ミダスタッチフラッシュシステムという強力な能力を持っている点である。これは古くからモビルスーツに存在するバグを利用したシステムで、一見ただ光るだけでダメージも何もないのだが、敵機のレーダーに特定の光信号を送り込み、そこから運動プログラムを停止状態にするという広範囲のコンピューターウイルスであった。基本この光を当てられた機体は全て動けなくなるため、その後はミダスの母艦を兼ねたモビルアーマーであるカオスレルと共に一方的に蹂躙する地獄コンボが展開されるのであるが、これはどのくらいヤバいかというと、もし機動戦士ガンダムの最終決戦で仮にジオンがミダスを持っていたら、たった2機で数の暴力を振りかざしてくる連邦を軽く全滅させることができたほどの技術であった。劇中で一部の機体だけは対策を取れたものの、それでも元の性能が非常に高いため、攻略することは非常に困難な戦場の支配者といえる機体であった。ゴージャスガンダム。登場作品は宇宙世紀0169が舞台となる漫画、機動戦士クロスボーンガンダムダスト。様々なジャンクパーツを使って組み上げたミキシングビルドモビルスーツ。その構成パーツはジェガンやジムカスタムをベースに、ハンブラビ、ハイゴック、R ジャジャ、キュベレイ、ガンダムフォーミュラー91、リガズイ、ズダなどから持ってきており、正直かなり継ぎはぎだらけな機体である。出番は漫画の劇中のみであるため分かりにくいが、全身は金色にコーティングされており、基本はゴージャスガンダムが敵を引きつけて、護衛のレッドガンダムとブラックガンダムが仕留めるといったチームプレーがメインなようである。そしてここからは宇宙世紀の枠を超えた機体が登場することになる。暁、コズミックイラと呼ばれる人類の時代が舞台となるアニメ、機動戦士ガンダムシードデスティニーから登場。ヤタの鏡と呼ばれる金色の特殊装甲の恩恵で、ある意味反則な性能を持つことになった機体。この装甲は宇宙世紀の百式のような少しビームに耐えられる程度のものではなく、敵のビームが直撃したと思えば跳ね返して逆に撃破、戦艦の主砲の直撃にも普通に耐え、宇宙世紀でいうファンネルであるドラグーンを使って母艦にバリアを張って徹底的に守り、さらに敵陣の要塞が展開したビームシールドを難なく通り抜け、最近では劇場版で大量破壊兵器をまともに受けても普通に跳ね返しているなど、ほとんどの敵機からすればこれ絶対に無理ゲーじゃねと言いたくなるような代物になっている。しかもものすごいのは防御だけではなく、目的に応じたバックパックに換装することで火力や機動性も大きく変えられるなど万能といえる機体になっているため、シードデスティニーおよび劇場版で大きな活躍を残している。ちなみにマイナー機であるが、ガンダムシードシリーズには一部金色系である機体が2機存在している。一つ目はグフイグナイテッド、ルドルフ・ビトゲンシュタイン機で、暁を見た後だとこれもすごいんじゃないかと思えるのだが、実は金に物を言わせて金を貼り付けただけである。しかも登場作品であるガンダムシードフレームアストレイでは右腕をあっさり切られて通常のグフイグナイテッドの腕に交換されるといういろいろと残念な金色機であった。二つ目はアストレイゴールドフレーム。こちらは名前こそゴールドフレームだが、フレームの金色の割合だけで言えば最近ではマスターグレードエクストリーム版のストライクフリーダムの方が多いんじゃないかという状態で、金色カテゴリーとしては非常に微妙な立ち位置だったりする。もっともそこから後々黒くなったり白くなったりするため、もうゴールド機じゃな。金色にとらわれない幅広い姿を選んだ機体であるようだ。アルバーロン。テレビアニメ機動戦士ガンダム00に登場。そのファーストシーズンに登場したラスボスでもあり、全身に徹底された黄金のコーティングと頭部がバイザー型のセンサーを持つ形状であることから、巷では金ジムと呼ばれている。金色のコーティングは宇宙世紀のものに近い
やや対ビーム効果のある気休め程度のものになっており、この世界最強クラスの兵器であるガンダムを圧倒する火力と GN フィールドと呼ばれるバリアーを展開することで攻防優れた機体になっている。しかもこの機体は専用のモビルアーマーであるアルバトーレとの合体が可能になっている。合体した状態では能力を大きく強化され、GN フィールドがより強固となり、接近専用の大型クローをはじめ、高火力のビーム兵器を大量に備え、宇宙世紀でいうファンネルである大型のファングまで扱うなど、見かけ倒しという言葉とは無縁の派手な破壊祭り機になっている。もっとも、そんな脅威も主人公である、刹那 F 精鋭が狩るガンダムエクシアとの激闘で、打ち砕かれることになるのだが、後の劇中劇でまさかの復活を果たすなど、ある意味稀な境遇を持つ金色機体でもあった。ゴールドスモー。宇宙世紀及びアナザーガンダムの時代よりも、はるか先、ガンダムの歴史の行き着く先の時代である、西暦が舞台となるアニメ、ターン A ガンダムに登場。一説ではスモー自体が、ターン A ガンダムの設計を参考に作られたという説もある機体となっており、高い技術を持つ月の組織であるムーンレースでさえ、武装の追加以外、複製で同じものを作るのは不可能と言われた、超技術の結晶だったりする。その大きさは15メートルくらいの小型でありながら、出力が約34000キロワットであるなど、何気に宇宙世紀のジェネレーター出力トップクラスの大型機である。サイコガンダムと同等かそれ以上であり、駆動系にはアイフィールドビーム機構という新たなアイフィールド技術を用いたものが採用されている。このアイフィールドというのは宇宙世紀のものとは少し異なるようだが、駆動系以外にも様々な用途で使えるようになっており、脚部にある FRP というユニットと連動することで、地上を軽やかにホバー移動し、空でも機敏に動くことが可能。さらに腕部に装備したアイフィールドジェネレーターを用いれば、敵の攻撃を防いだり、攻撃を行える上に、同じ時代に作られた機体相手のアイフィールドに干渉することで、相手の動きや武器の抑制や無効化を行う機能である、アイフィールドブースターも使用可能である。劇中ではこれでゴールドスモーがシルバースモーと連携して、ラスボスであるターン X の動きを一時的に封じ込めている。また、劇中で発揮される機会もなかったが、攻撃を受ければ受けるほど強度が上がるという、特殊すぎる装甲も作られる予定だったらしい。以上、ガンダムシリーズを通して登場した金色機体たちでしたが、皆さんはどの機体が最強だと思いますか？普通に考えれば、時間巻き戻しとかされたらやりようないよね。フェネクス一択ではないかと思うのですが、そっちはあまりにも反則すぎてあれなので、2番手を考えると結構候補が分かれてくるんじゃないかと思います。アニメ化的には戦場支配のミダス、規格外防御の暁、総合性能がおそらく桁違いのゴールドスモーで非常に迷いましたが、ミダスはおそらく宇宙世紀の機体限定の能力と思われるため除外。暁とゴールドスモーの一騎打ちになりそうですが、暁は鉄壁とはいえ、物理攻撃に対してはシールド頼りで、関節部への攻撃にも弱いため、そこを踏まえると、物理ビームの両方を防御可能な上に、驚異的な速度で機体制御を担える、ゴールドスモーではないかと思っています。ちなみに明鏡止水の境地に入ることで、金色に変貌する G ガンダムのいくつかの機体は、一時的な変化なので対象外にしてます。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。